こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック46になります。今回は横スライスに近い V ラインスライスを使ったグラデーションボブをカットします。グラデーションのカット方法はいくつもあります。例えばスライスラインを縦、横、V ライン、A ラインスライス斜めでできる方法はスライスラインによってローグラデーションからハイグラデーションまで使い分けることで思いのままのイメージしたデザインが効率よくカットすることができます。今回は横スライスに近い V ラインスライスでカットする方法を紹介します。皆さんのカットの引き出しを増やしていただければ嬉しいです。ちなみに縦スライスになればなるほど上下の段差がつけやすく、横スライスに近くなればなるほどトップの紙と下の紙の段差が少なくしたグラデーションを作ることができます。そのことを知って使い分けることが重要になります。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。まずブロッキングラインですが、このように目尻の上がったラインより少し下あたりからこのように斜めに、そしてバックセンターの一番頭が出ているところの上あたりにブロッキングラインを取ります。はじめにバックセンターで分けます。はじめのブロッキングラインは上のブロッキングラインと平行に横に近い V ラインスライスに分け取ります。このように取ります。次にパネルを持ち上げる角度は45度に引き上げ、スライスラインに対して前方方向45度に引いて直角にカットします。これで45度のグラデーションの段差ができました。次のパネルも同じようにカットしていきますが、パネルの厚さは一定に取っていきます。パネルの厚さは紙の長さが短くなればなるほど薄く取り、逆に長くなればある程度の厚さに取って構いません。紙の長さによってパネルの厚さは変わるということを覚えておいてください。気をつけることはパネルの厚さ、上と下の紙が同じ長さに切れる程度の厚さになります。引き上げ角度を45度、前方方向に引く角度も45度に引き、下をガイドにカットしていきます。最後のパネルも同じようにカットします。これでグラデーションカットができました。こちら反対側も第1パネルの厚さは先ほどカットしたパネルの厚さと同じように取り出します。引き上げ角度は45度にして、シェイプの方向も45度に引き、バック中心部をガイドにカットします。スライスラインは上と平行の V ラインスライスに取ります。あとは同じように先ほど決めてカットしていたようにカットすることで左右対称にカットできます。最後のパネルも引き上げ角度は45度、前方方向に引くのも45度に引きカットします。アウトラインを反対サイドと同じように整えます。まずフロントサイドをカットします。サイドはこのように取り、もみあげ部分からカットしていきます。ここから前下がりにカットします。ウィッグの場合は
もみ上げ部分の紙が密集しているので、先にそぎを加えて雰囲気を出します。最初にもみ上げ部分をそぎ、薄く雰囲気を出すことで、この後のデザインバランスが出しやすくなります。できましたら次のセクションを新たなガイドとして作りカットします。パネルの上下の角度は45度に引き上げカットします。トップのブロックのカットに入ります。ブロッキングラインはフロントサイドからバックセンターに向けて同じように分け取ります。フロントサイドの引き上げ角度は45度で同じです。そして下をガイドにカットします。バックセクションも引き上げ角度は45度、シェイプの方向も45度方向に引き、下のガイドに合わせてカットします。次も同じようなブロッキングラインを取ります。厚さは一定にします。まず前頭部と後頭部を分けて、フロントサイドは前髪が短いのですが、少し長めになるように前下がりにカットします。次にバック側は引き上げ角度は45度にして、パネルはこのスライスラインと平行にシェイプして、前方方向45度に引き、バックセンターに向かってカットしていきます。次のセクションも同じようにしてカットを進めます。フロントサイドは前髪が短いのですが、少し長めになるように前下がりにカットします。横の方に引く角度は45度に引きカットします。バックはこのように45度方向に引き、ガイドに合わせてカットしていきます。この方向に引く角度は45度です。できましたら、こちら反対サイドも前頭部と後頭部に分け、もみ上げ部分を分け取り、前下がりにカットします。まずはもみ上げ部分を削ぎ、雰囲気を出します。次に新たなガイドを作るようにバックをガイドに45度引き上げカットします。次のパネルもフロントサイドからきれいに分け取ります。フロントサイドから前が少し長くなるように前下がりにカットします。バックセクションはフロントサイドをガイドにパネルの引き上げ角度45度、シェイプの方向は前方45度に引き、スライスラインと平行にバック中心部へとカットしていきます。まずフロントサイドをカットします。
パネルの縁はこのようにひねるのではなく、ブロッキングラインと平行に縁カットしていきます。あとは同じようにトップまでカットしていきます。バック中心部はクロスチェックカットをします。前髪部分は左から流すようにカットします。今回は横分けで向かって左側に流れやすくなるようにこのように引きカットします。右側もカットします。今度はダウンシェイプしてチョップカットでサイドの髪とつなぎます。このように細かなチョップカットでつなぐことで髪がフロントサイドへと流れやすくなります。このように横の髪へと流れが柔らかくなります。バック中心部はモヒカンガイドに縦スライスで取り、角を少し取ります。縦スライスでセンターに集めてカットできる髪はカットします。反対側も同じようにカットします。ほとんどきれいにカットできています。もみあげ部分と襟足と綺麗なアウトラインを作ります。次にもう一度もみあげ部分を分け取り、ここのところを前方に引き、角を落としながら内側を少し短くカットしておきます。
もちろん反対側も同じようにカットします。このもみあげの部分、前方方向に引き角を落として内側が少し短くなるようにカットしておきます。はい、これでウェットカットの終了になります。では、紙を乾かしドライカットします。はい、紙が乾きましたのでドライカットしていきます。まずはバッグ襟足部分から毛先の表情が出るように削ぎを行います。反対サイドも同じように削ぎを行います。バックセクションから入れていきます。バッグ中心部から毛先にチョップカットしていきます。これはカットラインがソフトになる程度に入れていきます。あまり入れすぎるとポイントが上がりすぎてしまいますので気をつけながら行います。トップまで入れていきます。バックサイドも毛先にチョップカットしていきます。反対サイドも同じようにチョップカットしていきます。もちろん左右のバランスを見ながら調節していきます。フロントサイドもチョップカットしていきます。分け目付近も重たいのでパネルを引き上げ毛先にチョップカットしていきます。
次に毛束感を出したいので、全体の流れを見ながらスライドカットします。毛流れを見ながらスライドカットを入れていきます。はい、これでドライカットの終了になります。では、ドライヤーで少し形をつけていきます。よく髪を動かして乾かしていきます。トップ部分の紙を握るように手のひらに熱を含ませ形付けていきます。立体感を出しながら仕上げていきます。はい、ドライヤー仕上げが終わりました。整髪量をまんべんなく髪に伸ばしていきます。部分的に立体的に仕上げていきます。粗い櫛で整えながら仕上げます。だんだん仕上がってきました。出来上がりました。カットラインを生かした仕上がりにしています。はい、仕上がりです。少しトップにボリュームを出した仕上げです。あまり整えすぎない方が自然に感じます。はい、今回は横スライスに近い V ラインスライスを使ってグラデーションボブをカットしてみました。横スライスに近い V ラインスライスはローポイントや途中からパネルの引き上げ角度を止めることでポイントの位置を全体を見ながら調整しやすく使いやすいカット方法になります。皆さんのカットの引き出しが増えれば嬉しいです。
また、ウェットカット後ドライカットをしていますが、二重の手間に感じますが、ある程度髪の長さが決まっている場合は、ウェットの段階からチョップカットしていきます。髪が長い場合、ウェットで毛先をチョップカットすると、髪が指に絡まってしまい、切りづらかったりします。また、ウェットでのそぎやチョップカットは多く切れてしまいやすく、ある程度経験が必要になります。これがドライカットだと、チョップカットやそぎが正確に現れやすく、また髪の立ち上がりや強い毛流れ、偏りなど見つけやすく仕上がりの微調整がしやすくなります。僕自身多くはウェットカットで済ませてしまいます。ドライカットは少なく済むようになるべく短時間でカットが済むようにしています。どちらにしてもスタイルによって使い分けています。それでは皆さんこのチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。